さあ始まりました DIY の時間です。今回の DIY はフローリング塗装。前々回の動画でこのフローリングを貼っていきましたので、今回はこのフローリングを塗装していきます。現状このムックフローリングを今貼りっぱなしの状態なんですけど、コメントでね、ムックフローリングのまま使うことはできないのかみたいなのももらったんですけど、このまま使うとかなり吸収力高いので、掃除とかね、シミ汚れ、この辺りが結構やりづらいと思います。なのでそれをこのムックのまま使うとどうなるのかというのをまずちょっとテストしてみます。そのコーヒーこぼしてみたり、ワインこぼしてみたりして、どれぐらい違うのかというところをね、まずはやっていきます。それでは実際に、このムックフローリングにワインとコーヒーを実際にこぼしてみます。こちらが無塗装。で、こちらが今回使うクラフトオイルと炭を少し混ぜて塗ったものです。それじゃあまず、コーヒーから。よいしょよいしょ。ちょっとなじませます。で、この状態で拭き取っても、結構こういう風に染み込んでしまいますね。色が変わってるんで。で、こっちのクラフトオイルが入った方でコーヒーこぼしてみます。あんまり吸収しませんね。だいぶ吸収させるのに時間がかかります。これで拭き取ってみましょう。よいしょ。これだとほとんどこぼしたことがわからないぐらいのところまで拭き取れますね。はい、じゃあ次はワインをやっていきます。こちら。こういう風に、ちょっとじんわり染み込んできますね。で、クラフトオイルが入っている方は、コーヒーと同じく、なかなか吸わないですね。で、拭き取った時に、こっちは残るけど、こっちは残らないと。こんな感じで、こっちがワインで、こっちがコーヒーなんですけど、結構残っちゃうんですよね。なので、無塗装でムックフローリングを使うのは、あまりおすすめではないですね。やっぱり掃除が大変です。それでは作業手順なんですけども、まずは養生をして、次にサンディング。で、1回目の塗布して、乾かして、で、またサンディングして、その上からまた2回目を塗ります。この時に塗りながらサンディングを、耐水性ペーパーをかけていって仕上げるという作業手順でやっていきます。それでは、やっていきます。塗装の最後にここにははばきが入りますので、大体の養生で今回はやっていきます。それではまずはサンディング。こちら100番のサンディングペーパーで表面に傷をつけていきます。それではこのエシャのクラフトオイルを塗っていくんですけども、なんでこれを選んだかというと、このクラフトオイルは木の内部で固まって保護していくと。なので本来この無垢材の呼吸を妨げないオイルになります。なのでこれを選びました。これ単品で塗っても、そこそこの効果を得られるんですけども、今回ちょっとね色をつけたいので、このクラフトオイルに炭を混ぜていきます。結構ね柔らかいですね。水っぽい。じゃあエシャのクラフトオイル 500ml で炭を5杯で混ぜていきます。かなり簡単に混ざりましたね。この食器用のスポンジをこの表面ですね、メッシュの部分を取り除いて、これですり込んでいきます。向こうの奥からこっちに逃げてくるような感じで塗り進めていきます。スポンジに含ませて、で上素で伸ばしていくような感じですね。
回目の塗装が乾きましたので、次にこの320番の紙やすりでサンディングしていきます。それでは2回目は炭入りオイルを塗りながらこの600番の耐水ペーパーをかけていきます。やっぱ1回目よりだいぶツルツルしてますね。でこう塗りながら耐水ペーパーをかけながら進んでいきます。なんか手触り的にこうグッと引っかからなくなる瞬間があるので、なんとなく入ったなというのが手のひらでわかるかと思います。で最後拭き取ってこれで仕上がりですね。塗装完了です。めちゃくちゃいい感じになりましたね。色もいいんですけど、性能の方ですね、ちょっとチェックしていきたいと思います。例えばコーヒーをこぼしてもこの時点でだいぶ弾いてますね。でワインもこぼしてみます。ワインはね、家主さんが昨日ちょっと飲んじゃったみたいちょっとしかない。これワインですね。全然染み込まないですね。コーヒーも全然染み込まないですね。さっと拭き取れると。炭を混ぜてるのでこの炭がつくんじゃないかというのは気になると思うんですけども、このウエスでチェックしてみましょう。こんな感じで、ちょっとついてんのか。でもほとんど分かんないぐらいなので、これ日に日に定着は増していくと思うんで、今日ちょっと1日経った状態でこれぐらいまで定着したので、おそらくですねもう全然気にならない程度にはなると思います。あと炭を混ぜたことによって防虫防臭あたりがねプラスで作用するといいなと思ってます。その辺はね、使ってみないとわからないところですけど、次はですねこの、後ろにある間仕切りですね。今ちょっとね荷物がガッサガサなってるんでお見せできないんですけど、次はこの間仕切りとドアですねをやっていきますので、ぜひぜひご視聴してみてください。それでは